ちは。今回は模様編みなしのすごくシンプルなワンハンドルのバッグを作っていきます。ほとんど細編みでできていて、で大きさも縦も横も約21センチと小さめのものなので、ちょっと試しに編んでみたい時や、あと初めて編む場合にちょうどぴったりかなと思っています。全体的にしっかりと厚手で編んでいきたかったので、このダイソーさんのメランジテイストを2本、セリアさんのパブロを1本で3本で厚手にして編んでいます。で細編みだけなのでいろんな色が入っている糸にして、でこの部分では色を変えて単調になりすぎないように編んでいます。この使った糸はダイソーさんのメランジテイストのベージュ 60g アクリル 100%、 これを2本で使います。これはセリアさんのパブロ、アクリル 90% のナイロン 10%、 これを1本で合計3本で編んでいきます。針は10号。この途中で切り替えた糸はちょっと使ってしまってないんですが、セリアさんのラテモールカラーナンバーは2番、これを太さが合わないので2本で編んでいます。ちょっとスウェードみたいな感触がする糸です。こっちは3本で、これはカラーナンバーが1番。あとはマーカーととじ針を使います。3本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。針を後ろに添えて手前に引いて、これをくるむ。この交差しているところを指で軽く押さえます。で引っ掛けて引き抜いて引き締めて、ここから鎖を12個、あまりきつくならないように編んでいきます。12目編んだら、この鎖の周りを細編みで一周します。楕円形にしたいので、両端の目に細編みを3つ、こっちも3つ。この鎖がここで、この両端の目に細編みを3つ。で、3つのうちの真ん中からスタートします。ここからスタートして、細編み2つでぐるっと編んで、最後に同じところにもう1つ。この目に2つ編んで、ぐるっと編んで、また帰ってきてもう1つ編むので、わかりやすいようにマーカーをつけておきます。最後の目の表から見て2本の糸をすくいます。で、この目に細編みを2つ。で、細編みをするので鎖1つで1つ戻って
マーカーのついているところに細編みを2つ。細編みをするのは表ではなくて裏山。この糸が盛り上がっているところで、ここはマーカーをすくっていないところ、マーカーですくっていないところ、ここに針を入れて細編みをします。針から1つ戻って2つ目のマーカーのついているところ、まず細編みを1つ、1つ目にマーカーをつけておきます。これはこの週の最初の細編み。同じところにもう一つ細編み。これで一つの目に細編みが2つ。次からは一つの目に一つの細編みをしていきます。まず2つ入った隣の目。この糸が盛り上がっているところ、で隣の目、で隣の目、このまま端まで一つの目に一つの細編みを続けます。端の目には細編みを3つ。この目に細編みを3つ。まず1つ目。2つ目。同じところ。で、2つ目を編むときには糸端を向こうに寄せておきます。で、このまま2つ目。次は3つ目。同じところ。今度は糸端を針の上を通って手前に寄せておきます。で、このまま3つ目。これで1つの目に細編みが3つ。1、2、3。で、1つ目にマーカーをつけておきます。次の週でここに細編みを2つずつ入れて、で丸い形にします。で、次からは1つの目に1つの細編みをしていきます。まず3つ入れた隣の目で、糸端を針の上に乗せる感じにして、で編みくるんでいきます。で、隣も同じように一つの目に一つの細編み。で、このままマーカーの手前まで編んでいきます。最初につけたマーカーの手前まで。で、このマーカーのついたところはこの目、この端の目で、もう一つ細編みを編むので、ここに細編みをもう一つで、全部で3つにします。ここを編みます。
で一つの目に細編みが3つ。で3つ。で3つ目はこの細編みは3つのうちの3つ目で、この1周目の最後の細編みでもあります。マーカーをつけておきます。これが最後の細編みなので、最初の細編みに引き抜きます。これをギュッと寄せる感じで楕円形を作ります。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの3つの細編みのそれぞれに細編みを2つ。で、今針が出ているのはこの部分で、ここから細編みを2つ編んでスタートします。まず細編みを編むので、鎖を1つ、根元に細編みを2つ。鎖の根元はこの部分、鎖の根元、ここに細編みを2つ。で、1つ目にマーカー、隣の目にも細編みを2つ。ここからは1つの目に1つの細編みを編んでいきます。このマーカーの手前まで1つの目に1つの細編みを続けます。で、このマーカーをつけた目はこの3つのうちの1つ目、この目に細編みを2つ、次も2つ、次も2つ。で、この3つのうちの1つ目の細編みの2つ目、1つ目の細編みの上に2つ細編みをしたこの目にマーカーをつけておきます。で、次の細編みの上に細編みを2つ。3つ目の細編みにも細編みを2つ。で、この今2つ入れた手前の方、2つ入れた手前、この2つ入れた手前の方、ここにもマーカーをつけておきます。今細編みは6個になっていて、その真ん中4つ、ここに次で増し目をします。2つのうちの手前の方、こっちも2つあるうちのこっちより2つあるうちの2つ目、
ここからは一つの目に一つの細編みをしていきます。で、スタート地点まで戻ってきて、マーカーのついているところは細編み3つのうちの3つ目なので、ここに細編みを2つ。で、2つ入れたうちの2つ目。ここにマーカーをつけておきます。2つ入れたうちの2つ目。で、このマーカーがついた目は最後の細編みだったので、最初の細編みに引き抜きます。ここは引き抜いた目。ここが最後の細編み。で、ギュッとして引き抜きます。で、次はこの1、2、3、4、ここに細編みを2つずつ入れていきます。ちょっとたくさんあって分かりにくいと思うんですが、ちょっと増し目をして丸い形にしたいので面倒ですがやっていきます。こっちもマーカーをつけたところ、真ん中1、2、3、4、4箇所に細編みを2つずつ。で、今針が出ているのはこの部分、この目に細編みを2つ入れていきます。まず鎖を1つ、根元に細編みを2つ、1つ目にマーカーで、次の目にも2つ。隣の目がちょっと隠れているんですが、ここにも2つ。これで2つ。次も細編みを2つ。この4つを細編み2つにしたいので、まず3つ細編み2つの増し目にします。ここにも2つ。これで細編み2つずつの増し目が3つ。で、ぐるっと編んで最後にも細編み2つの増し目をします。ここからは1つずつ細編みをしていきます。マーカーの手前まで1つの目に1つの細編みをしていきます。で、このマーカーのついているところからマーカーのついているところまで、この4つの目に細編みを2つずつの増し目をします。マーカーの
ついているところ、これで増し目が4つ。次からは1つの目に1つの細編み。このマーカーのついたところはここなので、細編み2つ、で最初の細編みに引き抜いて楕円形の底が出来上がりです。これで底が出来上がりました。次からは増し目をしない側面を編んでいきます。丸いところも増減をしないで一つの目に一つの細編みをしていきます。まず鎖一つ、根元に細編みで、このぐるっと編んできて最後にまた引き抜いて終わりにするので、ここが最後の細編みで、ここは引き抜いたところ、ぐるっと編んでここを引き抜いたところなので細編みをしないで、この最後の細編みから最初の細編みに引き抜きます。ちょっと戻してみて、これが最後の細編みで、これが最初の細編みで引き抜いて終わります。でこの時のこの糸が一目に見えると思うんですが、引き抜いたところで細編みの数ではないので、ここには細編みをして、ここには細編みをしないで、でまた最初の細編みのところに、引き抜いて、でぐるぐると編んでいきます。ここは細編みの頭で引き抜いたところで、ここが最初の細編み。ぐるっと編んだ時にちょっとややこしいと思うので、今ちょっと見てみました。次からはまた鎖一つ、根元に細編みでマーカーをつけておいて、隣の目に細編み、隣に細編み、どの目にも細編みを一つずつ編んでいきます。反対側のカーブのところでも一つずつ細編みをしていって、こういう形になるように編んでいきます。とりあえずぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきます。ぐるっと編んできました。さっき見たように最初の細編みの手前は引き抜いたところで細編みではないので、ここまで細編みをします。ここが最後の細編み、最後の細編みに最後の細編み、引き抜いたところは編まないで最初の細編みに引き抜きます。で次も同じように一つの目に一つの細編みを編んでいきます。鎖一つを編んで根元に細編みでマーカー、次も細編み
このまま同じように一つの目に一つの細編みをしていきます。でこれを繰り返して好きな深さになるように編んでいきます。こういう感じでしばらく編んでいきます。編み始めから数えて11周編んできました。長さは約12センチで、これは好みの深さにしてください。今回私はこの11センチでこの部分を終わりにして、で上の斜めの部分を編んでいきます。最後は引き抜いて終わりにします。最初の細編み、鎖一つを編むようにして引き抜いて糸を切ります。でギュッとしておいて、次はコイルを使って細編みで一周します。で編み始めは底を見て真横を決めます。で大体で決めておきます。でこのマーカーがついた目をこちら側かこちら側どちらかに含めて数えていきます。今回はこっち側に含めて手前の面に含めてで数えていきます。1、2、3、4、5で、普段この糸端の出ているところは一つと数えるんですが、そうするとちょっと隙間が空いて目立ってしまったので、今回はこの糸端の前後に一つずつ細編みをしていきます。ここと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 ここなので、マーカーがついたところを含めて1、2、3、4、5、この糸端の出ている隣から始めていきます。でここの今まで編んできた段数によってはちょっと位置がずれてくると思います。だいたい対称の幅になるように編んでいきます。今回はこの糸端の出ている隣から、ここから普通の細編みで一周します。で5センチぐらい後ろに添えて糸を引き出します。鎖を一つ、ちょっと緩みがあったら直しておいて、同じところに細編みを一つ、同じところ、これが一つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で隣の目にも細編み、この糸端の左側で、今度からはこの薄い方の糸も一緒にして編みくるんでいきます。針の上に乗せるようにして、で細編み、次もで次もこの真横につけたマーカーは一旦外して、
で細編みをして、でまた付け替えておきます。でこれでぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと編んできたら最後の目にも細編みをして、最初の細編みに引き抜きます。これで細編みの一周が終わりました。で次は減らし目をして斜めのラインを作っていきます。でその減らし目を始めるところのマーカーをつけていきます。で真横のマーカー、ここから6個目にマーカーをつけていきます。マーカーのついた目から12345 6 12345 6 6個目にマーカー、今度はこの糸が出ているところを1つと数えます。なのでマーカーがついてる目2、3、4、5、6で反対側はこのマーカーをつけた目はこっち側に含めて数えたので、こっち側ではマーカーを含めずに6個目にこのマーカー、この隣からちょっと見えにくいのでこの足の開いた三角を数えていきます。マーカーの隣から12345 6個目にマーカー、そうするとこのちっちゃい方のマーカーの間は1、糸端の出ているところ、ここが1、2、3、4、5で6、7、8、9、10で10の次がちっちゃいマーカー、マーカーとマーカーの間が10目、反対側も同じように間が10目の間隔にしてマーカーをつけます。でこのマーカーがついた目をどちらかに含めます。で今回はこっち側に含めて数えていこうと思います。マーカーがついた目1、2、3、4、5、6個目にマーカーで、こっち側はマーカーの隣から数えます。1、2、3、4、5、6、これで間は2、4、6パーと10目で、一回またペタンとしてみて、これがちょっとずれた感じになっていたらこのマーカーをずらして間10目のままちょうどいい具合にします。で次はこの糸が出ているところから減らし目をしていきます。今糸が出ているのは5目のところで、どこの場所でもマーカーの隣からスタートしていきます。こっちも
マーカーの隣から斜めのラインが始まります。ここもマーカーの隣の目からこういうふうに斜めを作っていきます。で、減らし目をしていきます。今糸が出ているところで、その隣に針を入れます。鎖を編まないで、このまま隣の目、糸を引き出して、これを一度に引き抜きます。これで減らし目が一つ。マーカーをつけておきます。ここからは一つの目に一つの細編み。反対側ではマーカーの手前2個で減らし目をします。マーカーの手前、こことここ、針を入れて糸を引き出して、隣にもこれを一度に引き抜きます。これで減らし目で、これで減らし目の1段目が終わって、次は2段目。2段目のために鎖1つ裏返します。で、またここでも減らし目をします。こことここの両側で減らし目をします。まず鎖の根元、針を入れます。隣にも同じように、これを一度に引き抜きます。これで減らし目が一つ。で、減らし目をしたところにマーカーをつけておきます。次からは普通の細編み。で、端の方ではこのマーカーのついた目を含めて2つで減らし目をします。マーカーがついたところは前の段の減らし目のところ、こことここで減らし目をします。糸を引き出して、次もこれを一度に引き抜いて減らし目。これで台形の形になってきました。2段目が終わって、次は3段目。3段目のために鎖を1つで裏返します。で、また減らし目をします。鎖の根元、その隣、これを一度に引き抜きます。で、減らし目をしたところにマーカー、次は普通の細編み。
次も端の方では減らし目をしたところと手前、ここで減らし目、で次も鎖一つ裏返します。鎖の根元に針を入れて、隣にもこれを一度に引き抜きます。次もで、ここではすぐ減らし目、こことここ、でもう一回鎖一つ裏返します。鎖の根元、その隣、これを一度に引き抜いて、最後が一目になったら終わりです。こういう感じの斜めのラインができました。でここで一旦やめて、反対側も同じように編んで、反対側では糸を切らずに鎖編みをしてくっつけます。こっち側はここで終わりにします。鎖一つを編むようにして、で引き抜いてギュッとします。で反対側も同じように編んでいきます。このマーカーは最後まで外さないで、このまま始めていきます。で反対側の始め方は、マーカーをつけた隣、マーカーの隣から始めます。で新しい糸を持ってきて5センチぐらい残して糸を引き出します。隣の目からも同じように、これを一度に引き抜きます。でここが減らし目なのでマーカー、次からは普通の細編み、隣の目、この時に糸端を編みくるんでいきます。で次もでこのまま反対側で編んで、さっきと同じように減らし目をして、で糸を切らずに鎖編みをしていきたいと思います。反対側も同じように編んできました。ここから鎖編みをして反対側とくっつけます。で今は3本を一度に引き抜いて、一つの目になっているところ鎖編みをしていきます。でこれは好みの長さにしてください。今回私は14目ぐらいにしようと思っています。
白バと、これで14目。ちょっと短めなんですが、これでやってみたいと思います。14目編んだら、長さは12センチぐらいで、こういう感じにねじれていないか確かめます。で、反対側のこの最後に3本を一度にしたところ、このギュッとしたすぐ下、この間に針を入れて引き抜き編みでくっつけたいと思います。ちょっと入れにくいので、入れやすいところ、なるべく真ん中らへんで引き抜きます。で、これをかぶせるようにして引き抜き編みで、これが終わったらくるっと回して、こっち側の内側を編んでいきます。で、今糸の出ている隣1段に1つずつ細編みをしていきます。今ここから糸が出ているので、次はここで、ここにここが入れにくかったらここでも大丈夫です。ここに入れます。ここで一つ、ここで一つ、ここにここが終わって、次この段で細編み、次はこの段の端の目立たないところ、ここら辺に入れようと思います。で、一つ目にマーカーをつけておきます。今2つ細編みを編んだので、その手前、ここがスタートしたところ、次も1段ごとに細編み、今ここに細編みをしたので、次はここので、次はここ、次はここで、ここだと入れにくいので、ここに針を入れたいと思います。で、この時は一つの細編みではなくて減らし目をします。糸を引き出して細編みにしてしまわずに、で、この角の前後で減らし目、ここに角があるので、こことここ、糸を出して引き抜いて減らし目、マーカーのところ、一度に引き抜いて、これで減らし目。次からは一つの目に一つの細編み
このマーカーのところまで続けます。角の手前まで。で次はまたこの角の前後で減らし目、こっちはマーカーのついているところ、ここに針を入れて糸を引き出します。次はこっち、ここの入れやすいところ、一度に引き抜いて減らし目。次からは一段ごとに細編み。次はこの鎖編みのこの一つ目の鎖の根元、ここら辺にも細編みを一つして、で次からはこの鎖編みに引き抜き編みをしていきます。一つ目の鎖のこっち側の糸をすくいます。鎖編み、上から見ると2本あるうちのこっち側、真ん中から上から糸を入れて針を入れて、でこれをすくいます。で引き抜き編み、次も2本見えるうち向こう側1本、次も2本あるうち向こう側1本、もう一周引き抜き編みをしていきたいと思います。でここが最初の目、マーカーをつけたところ、ここに引き抜き編みをしていきます。でこの鎖編みに見える2本のうち向こう側1本をすくって引き抜き編み、2本のうちの向こう側、ここと同じです。2本の糸で編んでいるので2本をすくってで引き抜き編み、マーカーをつけておきます。次も引き抜き編み、上から見て2本に見えるうち向こう側
次も角でも一つの目に一つずつ引き抜き編みをしていきます。こんな感じで一周します。でこの細いところにももう一回引き抜き編み、同じように向こう側一本で、これでこのマーカーの手前まで編んでいきます。最後まで編んできたら、このマーカーのついた隣の隣まで引き抜き編みをしてきて、ここには編まないで糸を切ります。とじ針で始末するので、ちょっと長めに残して、これを引き抜きます。引き抜き編みをしたこのまま糸を抜きます。で針、でこのマーカーのついた目、ここに針を入れます。手前から向こうで長さを調節して、これぐらいと同じようになるように長さを調節して、で最後に引き抜いたところ、ここに針を入れます。上から入れて、下の編み地も一緒に通して、これが一目に見えるように長さを調節します。で裏で何回か行ったり来たりしてほどけないようにします。で隠していって糸を切ります。で反対側も同じように引き抜き編みをしていきます。反対側も同じように編んでいきます。鎖編みの根元から始めてみます。この糸を引き出して、で最初このまま細編みではなくて引き抜き編みを1回したいと思います。ここの次の段
1回目は引き抜き編みでマーカーをつけておきます。次は細編み。今ここを編んだので、次はこの目立たないところ、糸端は編みくるんでいきます。でまた次ので同じように編んでいきます。こういう感じに出来上がりました。サイズを測っていきます。深さは約14センチ、ハンドル部分は約9センチ、横幅は約21センチ、全体的に厚みがあってしっかりした感じになりました。で最初に頑張って増し目をしたので、下膨れの可愛い感じのカーブになりました。あとこのヘラ締めも頑張ってしたので綺麗なワンハンドルの形になりました。ここも太めにしたので、ここら辺とボリュームがあってちょうどいい感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。